今回は、無色カードの歴史についてまとめてみました。5文明の中に突如放たれた文明を持たない文明、その歴史について紐解いていきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速参りましょう。まずはエピソード2、初めてゼロ文明が登場した年です。この頃のゼロ文明はゼニスという種族のカードが多く、高コストかつ登場時効果が召喚した時限定、ミステリーキューブや砲丸ブラスターで場に出すと、進化を発揮できないという仕様でした。その代わりに効果はどれも強力で、出すだけで試合の展開を大きく決定づける。そんなパワーの高さや豪快さが魅力の一つでした。例えばこのカード、俺の頂きライオネル。召喚してバトルゾーンに出した時の効果で、山札から1枚シールドに追加し、その後シールドから1枚カードを手札に戻せます。この時戻したシールドのシールドトリガーは、何不自由なく使用可能な上、ライオネルがバトルゾーンにいる限り、自分のシールドのカードは全てトリガーになります。つまり、実質的に砲丸ブラスターのような、山札の1枚目をノーコストで使用する効果になるのです。しかもシールドトリガーで使ったクリーチャーは、基本的に召喚したという扱いになるので、昨今何かと話題のコスト踏み倒し対策クリーチャー、テスタロッサやオニカマス、ガルラガンザークなどに、全くもって引っかからないという利点があります。さらに召喚扱いで場に出るということは、他のゼニスの効果も使うことができるというわけです。ゼニスのカードはどれも当時最強クラスで、それを連鎖的に場に出せるライオネルは、ファンの間でゼニスデッキの核として重宝されました。他にもゼニスをサポートするカードとして、種族アンノーンや種族アンノイズのクリーチャー、ゼニス限定かつ召喚扱いの踏み倒し呪文ゼニスクラッチ、ゼロ文明のコストを大幅に軽減する戦慄のプレリュード、その他にも多彩なコスト軽減カードなど、ゼニスを強化するカードが多く登場しました。ちなみにこの時のゼニス並びにゼロ文明のカードは、どれもビクトリーレアやスーパーレアなど、入手難易度が凄まじく高いものばかりで、デッキを組もうにもそもそも4枚揃わないという、なんとも悲しい結末になりがちでした。エピソード2の物語に終止符が打たれ、時代はエピソード3へと移りました。この時の無色の中心はオラクルやゴッドノバ。左心と右心の2体のゴッドノバが、ゴッドリンクという効果で合体するのが特徴です。中には右心と左心両方と、リンクできるカードもあり、当時のプレイヤーはその多様性に注目していました。このゴッドノバの中で最も注目されていたカードが、精霊左心ジャスティスです。登場時に山札上から5枚をめくってその中から、コスト6以下の呪文を唱えて残りを墓地に置く効果。呪文のコスト踏み倒しと大量の墓地肥やしを同時に行い、かつ無色でエンジェルコマンドを持っていたので、光以外のエンジェルコマンドを2体場に出せる、ウェディングゲートとの相性が注目されていました。その結果開発されたのが、ジャスティスループ。ウェディングゲートの効果でジャスティスを出し、ジャスティスの効果で呪文を唱えつつ墓地を肥やし、最後には超次元呪文を唱えてボルグサンダーを出し、相手の山札を削る効果を使い回すデッキです。このデッキは相手ターン中でもループが発生し、当時の大型大会でも持ち込むプレイヤーが多くいました。が、その後フィニッシャーのボルグがプレデン送りに、他のパーツも殿堂入りしてしまい、今では見る影もなくなってしまいました。他にもオラクルの派生種族として存在するオラクリオン。その中の無色カードの新世紀シューゲイザーも有名です。コスト7で登場時か攻撃時に手札かマナから、コスト5以下のクリーチャーを文明指定なしで場に出す。この効果は手札かマナが減るとはいえ、コスト5まで踏み倒せることが注目され一躍環境入り。出た時に自分のクリーチャー全員に、スピードアタッカーをスレイヤーを付与する。ガイアの方向、気流ジルベスの存在や、登場時に自身のクリーチャーをアンタップする。逆転王女プリントのコンボが注目され、シューゲイザーの連続攻撃で勝利するデッキ、通称シューゲイザーワンショットが生まれました。ちなみにこのエピソード3はアウトレイジとゴッド。この2つの種族の構想を書いている内容でもありますが、アウトレイジ側に至っては種族サポートが優秀なのに、元のカードパワーが低いから使われないという、なんとも悲惨な末路をたどっています。最近何かと話題のカツタ&カツキングもアウトレイジ。しかしこのカードはドラゴンを持っていなかったら、おそらく今ほど強くはないでしょう。それほどまでにアウトレイジは哀れでした。さてここで無色カードに革命が起きます。今までの無色カードはゼニスやゴッドなど、コストが重いクリーチャーが中心の文明でした。
ですが新章デュエルマスターズが始まると、コスト2、3の軽量無色クリーチャーかつ、サポートが充実していて初心者でも使える無色カード、種族ジョーカーズが生まれました。この種族の登場により無色カードの印象は一変。無色といえば軽いカードという印象が一瞬でつきました。つまりそれだけ話題になるくらいに、ジョーカーズはインパクトと強さを持っていたのです。代表的なカードとして挙げられるのはヤッタレマン。すべてのジョーカーズのコストを1軽減する効果であり、しかも自身も2コストという軽さのため、登場から今までジョーカーズの相棒として、あまたのプレイヤーを手助けしてきました。そしてもう一つ、ジョーカーズの切り札であるカード。それがジョットガンジュラゴンです。場のジョーカーズを手札に戻すことで、1体につきコストが1下がるコスト7のクリーチャー。ちなみにヤッタレマンの効果は手札に戻しても、遺憾なく発揮されるので心配はいりません。そして攻撃時にカードを1枚引いて手札を1枚捨てる。そして捨てたカードがジョーカーズのクリーチャーなら、そのクリーチャーの出た時効果を使えるのです。この効果はターンに1回の制限がないので、手札を複数枚捨てて登場時効果を使い、相手をボコボコにするデッキが開発されました。さらにことある過去の遺産が組み込まれています。それが破壊秘伝ナッシングゼロです。アタックチャンス無色クリーチャーで、無色クリーチャーが攻撃するときに、コスト0で唱えることができる呪文で、効果は山札を3枚表向きにして、その中の無色カードの数だけクリーチャー1体は、このターン追加でシールドをブレイクできるというもの。このカードはエピソード2で登場しましたが、登場当初は無色カードの多様性が少なく、かつ無色クリーチャーはこのカードを使わなくても、大体出たら勝ちの性能をしていたので、見向きもされないことがほとんどでした。しかしジョーカーズが登場したことで日の目を浴び、ノーマルカードなのに取引価格は3000円超え、その後ジョーカーズが大暴れした結果無事殿堂入り、今では解除されていますが強力なカードです。そして最後に紹介するのがこのデッキ、通称ジョースターゼロルピアです。このデッキの核になるカードは2枚。1枚目は希望のジョースターです。コスト3の D2 フィールドで、このカードがある限り、お互いのカードは全て無色になります。一見何が強いのかわかりにくいカードですが、基本的に文明を指定する進化クリーチャーや、侵略や革命チェンジ、ドラグハートなど、文明がなくなることで崩壊するデッキは多くあります。一応 D2 フィールドの共通ルールとして、お互いのバトルゾーンに合計1枚までしか置けず、新たに D2 フィールドが置かれた場合は、元あったフィールドは墓地に行きます。そのため新たに D2 フィールドを使えば対策は可能です。しかしこのカードの恐ろしさはそこだけでなく、自分のカードですら無色になるという点に存在します。その鍵となるのがゼロルピアです。このカードは自分の無色クリーチャーの召喚コストを、に少なくし、コストゼロにすることもできるカードです。このカードと希望のジョースターのコンボで、デッキのカードが全て無色になっていることから、全てのカードのコストが2軽減、さらにゼロにもなる、そんな圧倒的なリソース差をつけられる技です。さらにこのコンボの恐ろしいところは、ゼロルピアの効果は重複するという点です。つまりゼロルピアが2体いれば4コスト軽減、3体で6コスト軽減、4体で8コスト軽減と、もはやコストとは何だったのか状態に陥り、遊戯王さながらの一人回しが始まります。コスト2のクリーチャーを0コストで召喚し、そのカードの効果でマナをブースト。ここで多色カードがマナに行ってしまっても、今は無色なのでアンタップ状態でマナに置かれます。つまり確定で1マナブーストすることができ、さらにその1マナで3-2で1コストになった、2体目のゼロルピアを展開、これで4コスト軽減です。このデッキに入っている大半のカードは4コスト以下。ここから大幅にリソースを伸ばしていきます。このデッキにはデドダムやジルコンといったカードや、アドバンスフォーマットでは GR ゾーンを使うカード、さらにはコンボが決まらなかった時の対策のために、ゲームエンペラーが搭載されているという暴れぶりです。しかも最終的には8コスト軽減されて1コストになった、水上第9員シャコガイルを召喚。シャコガイルはデッキのカードを引き切ると、負ける代わりに勝つ効果を持っています。この効果でエクストラウィンを決めるデッキです。このコンボは実は希望のジョースターが出て、それとほぼ同時くらいに見つかったコンボなのですが、実はすぐに環境に結果を残したわけではないのです。というのもその頃はまだ研究が進んでおらず、フィニッシャーもシャコガイルではなく、ジエンド・オブ・ユニバースが使われたり、アイフォーミュラ10が採用されたりしていました。それでもポテンシャル自体は非常に高かったのですが、当時は歴代最強デッキオカルト・アンダケインや、
ルールごと変えて規制されたゾンビパルテノンなど、このデッキの100倍理不尽なデッキがあったため、そこまで目立った活躍はありませんでした。このデッキですら活躍できない当時の環境が、いかがに魔境だったかがよくわかりますね。今回は、サムネにもなっている無色カードの歴史をテーマに、独断と偏見で解説していきました。皆様のコメントお待ちしております。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いいたします。